こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は絶景と秘書を求めて、長野上高地の旅をお届けいたします。遠すぎて手が届かないと思っていた移住したい都道府県1位の長野は、思ったよりも意外とコスパ最高で身近な場所でした。一生に一度は行きたい涼しさを感じる絶景はもちろん、至高のグルメ、真夏の風物詩まで暑さを吹き飛ばす体験が盛りだくさん。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。長野県は信州とも呼ばれ、周囲を8つの県に囲まれた日本で最も多くの県と隣接した海のない内陸県。面積は47都道府県の中で第4位と広いです。県庁所在地は長野市で、古くから善光寺の門前町として発展。長野県は全国一の健康寿命県であり、移住したい都道府県ランキングで14年連続1位になっています。人口は約200万人。山地の総面積が県の 84% も占める山岳県。長野県周りには標高 3000m クラスの高い山が連なっており、日本の屋根と呼ばれています。アクセスは決してよくありませんが、遠すぎることもなく、飛行機なら信州松本空港まで飛び、そこからバスで1時間半で長野市へ。北陸新幹線を使えば東京から約1時間40分で行くことができます。はい、こんにちは、モーリーです。こんにちはと言ってもおはようございますということで、朝の今4時40分ぐらいになっております。今高速道路のねサービスエリアにいまして、今日はね長野の旅をしたいと思っておりまして、神戸からね長野に行くのに、神戸空港から富士エアラインを使って松本まで飛んでっていうルートとか考えたんですけど、ちょっとね料金的にお得じゃないなということでですね、車で行くことにしました。7時間ぐらいかかるんかなと思ったら4時間ぐらいで長野に着けそうなんで、ちょっと休憩挟みながら行きたいなと思います。それでなぜねこの4時台に乗ってるかというと、深夜割引がね0時から4時までの間に高速道路を利用すると深夜割引ということで 30% 割引になるので、それを適用したいということで、ちょっと頑張って朝起きて乗っております。なので今回はマイカーを使った長野の旅を2泊3日でお届けしたいと思いますんで、ぜひ楽しみにしていてください。天気もね、ちょっとあまり良くないんですけど、上高地ですね、長野の有名な上高地に行く時は晴れてくれそうな感じなんで期待したいと思います。というわけで一旦仮眠にします。ちょっと一旦仮眠して朝出発したいと思います。ここでですね、今回の長野旅行が簡単に理解できるようにマップでちょっと説明したいと思います。まずは諏訪市の方に行きまして、そこからビーナスラインを取って白川湖だったりとかね、霧ヶ峰だったりとか八島湿原だったりとか行きました。そしてそこからですね松本城に行きまして、そこから安曇野の方に行き、そこから長野市ですね善光寺まで行きまして、そこから戸隠ですねまで行って、そこから上高地行くような流れになります。これを押さえた上で見ていただければと思います。さあ、ソーツカツ丼のね美味しい店に行こうと思います。ノーコロナでふるさとの酒まとい、本日休業、臨時休業の知らす。8月17日水曜日、都合の良い休業をいたします。なんということでしょう。はい、やっぱりねそばにしようかなと思いまして、そば心小坂ってところにねちょっと今から行こうと思いますが、めちゃくちゃ並んでますね。ちょっと今目の前なんですけど、これですね、雨の中みんなめちゃくちゃ並んでますよ。これはダメですね。ちょっと別の蕎麦屋さんに行きたいと思います。今ですねもう一軒の蕎麦屋さんに来たんですけども、なんと閉まってるということで、ちょっとお盆終わりに来たんでその影響でしょうかね。今日はちょっと難民になりそうですね。なんとまた Google ではオープンになってるのに振り替え休業ということで、今日休みですね。なんてこった。これでもう
4軒目ぐらい行きましたけど全部ダメですね。いきなりモーリーチャンネルあるあるもうええって。次の店こそ空いててほしい。さあ4軒目か5軒目ですね。ようやく空いてる飲食店ですね。蕎麦屋さんというかもう飲食店を見つけました。ここはね蕎麦屋さんなんですけども、空いてる店は少ないか並んでますね。山芋のとろろそばとかワカサギの天ぷらとか、いろいろありますよね。なんとちょうど僕の分でおそば完売ということでギリギリでした。はい、来ました。そばです。エビ天があります。おー、美味しそうですね。いただきます。ちょっと細い感じですね。コシがしっかりして透き通る感じの味ですね。熱々とホクホクで油もすごくない。衣がふわふわで油を見て感じがしないですね。日本最古の諏訪大社の一つがこちらにありますね。4つある諏訪大社の一つがこちらです。この辺りのね街並みもいいですよね。お酒を買おうと思ってきたらなんとここもお盆休業で今日休みです。無念。はい、そば食べてねちょっと体も冷えたんで温泉入りたいなと思って、この近くにですね昭和を感じさせる温泉があるということでやってまいりました。この菅野温泉ですかね、観音温泉ですかね、どっちかわからないですけど、あ、こっちか、こっちでした。こっちは事務所でした。なかなかいい感じのここで顔見たいじゃないです。すでに昭和感出てます。気持ちよかったですね。めちゃくちゃシンプルやったんですけど、お湯はめちゃくちゃ良くてずーっと入ってられる。暑いのにずっと入ってられるような感じでしたね。これは240円お買い得です。はい、今日のね宿はですね、僕としては珍しいんですけども、この増屋ゲストハウスというところに今日は泊まりたいと思います。ここはね実は、長野県の中でも6大ゲストハウスと言われるところで、ゲストハウスの中でもかなり満足度が高いということで、本当はね詳細を撮影したいんですけども、やっぱりこう中の宿泊者の方たちにゆっくり過ごしてほしいということで、ちょっと撮影は遠慮しておこうかなというふうに思っております。でもねやっぱ長野は高価なねホテルとかも多いので、こうやって安く泊まれてしかも満足度が高いところっていうのはかなり貴重だと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思います。はい、ゲストハウスの中ね今さっき見てきたんですけど、かなりね昔の旅館をねこれ改装して作ってるんで、非常に雰囲気は昭和というか、もうどちらかというともう明治とか大正みたいな印象ですごく良かったですね。もちろんねそのホテルと比べるものではないので、ゲストハウスのいいところであるそのねオーナーの方とかスタッフの方にいろいろとお話を伺っておすすめの店を聞いたりとかしたんですけども、で今回の旅は長野のいいところもね撮影したいと思うんですけども、やっぱり食の方をねモーリーチャンネルらしく重視したい
たいなと思っておりまして、今からもう早速クラフトビールを飲みに行って、その後に居酒屋行きまして、花火大会をね毎日やってるとのことで、その花火大会も見に行きまして、それでまた帰ってきてまた飲むと、でそれ飲み終わったらまたこう宿で飲むみたいなね、もう飲んだくれの旅にしたいなと思います。今日はね本当にいろんな店に行って開いてなかった店ばっかりだったんで、その分ね取り返したいと思います。それではまず1軒目、クラフトビールの店行きたいと思います。ゲストハウスからねだいたいもう徒歩で行けちゃうんですよ。もうほとんどの居酒屋だったりとか、その銭湯ですね、銭湯にも徒歩で行けると。そして駅も徒歩で行けるんで、その駅から一駅ですね移動しまして、その花火を見に行くと。でサクッとこう花火見に行くなんて感覚なくないですか？食べて飲んだりするだけなんで、もうゲストハウスも快適にこうね寝させてもらえれば十分ですし、そこで地域の人たちだったりとか旅人と交流ができるっていうね、素晴らしいじゃないですか。こういう旅もねまたいいです。海外旅行もいいし、豪華な旅もいいし、ね、ホテルステイもいいですけど、これぞ旅っていう感じのねスタイルもまたいいんじゃないでしょうか。いろんなこうスタイルを楽しんで、それぞれのこう良さを確認するっていうのも、これは旅の自己投資というわけですね。いろんな生き方をしている人のことを知ることができる。決まった。あそこ行きましたね。蕎麦屋みのり閉まってました。駄菓子とビールとコーヒーのお店ということで、組み合わせ面白いですね。行ってみたいと思います。ここですね。駄菓子とビールとコーヒーのお店、チートコ商店ですね。クラフトビールいただきます。いやーもうね一杯やってきました。ちょっとね撮影がどうしてもやっぱできないお店だったんで、ちょっと詳細はねお見せできることはできなかったんですけど、もうすでに一杯やりましたということだけお伝えしておきます。地酒のね酒蔵もありますね。いや結構ねやっぱこう長野はその移住してきたりとか、なんかのんびり過ごしたいみたいな人が多いのか、なんていうんですか、お客さん来てほしいみたいなお店が少ないのかもしれないですね。なのでちょっとこう撮影が、できない場合があるっていうのはちょっと勉強になりますね。ゲストハウスの方にお勧めいただいた居酒屋に向かいます。はい、2軒目のお店はこちらになります。ゲストハウスの方々と一緒に、行きたいと思います。ただいま満席ですよ。予約してます。さあ入っていきます。すごいですね。こんな奥まったところにあるんですよ。すごいお店。入り口はこちらですということで、リーズナブルですね。お待たせしました。当たり前の料理と酒を出し、当たり前にお客様に感謝する、当たり前のことが当たり前にできる、そんな店でありたい。共感いたします。いやお前誰やねん。ここ釣ると高天純米吟醸室賀源氏、これにしました。こっちも気になってます。これとこれを頼みました。これはうまそう。それでは初長野観光ですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。すごい。これは濃厚ですね。いやーうまい酒はやっぱいいですね。味わい深いな。これだとみこ釣りの方です。みこ釣りですね。知らずに飲んでたんかい。先ほど歩いてる時に桜見ましたね。わさびの白醤油漬けです。わさびのわさび、これは食べたことない味だな。めっちゃ辛口ですね。キレがありますね。トマトの肉巻ききました。
組み合わせは発明ですね。3倍目水路の純米大吟醸。うまい。いやこれいくらでも飲めるな。ちょっと無限に飲めそうでちょっと危ないですね。来ました山賊焼き。山賊いただきます。美味しい。ワイルドな味ですね。美味しいと言われたお米をいただきます。みずみずしい米やな。いやー美味しかったですね。いや本当にちょっと勢いよく、日本酒飲みすぎましたかね。でもこのままねちょっと一駅電車乗って花火をね見に行きたいと思います。花火もいつぶりでしょうかね。長いこと見てないですけど楽しみですね。そしてまた戻ってきてまた飲み直したいと思います。さあ下諏訪駅にやってまいりました。ここから上諏訪駅の方に行きたいと思います。下から上へですね。ここから行きます。さあ来ました、ローカル電車。さあそれでは上諏訪駅の方に行きます。花火楽しみですね。はい、上諏訪に到着しましょう。ここもなんかちょいちょい飲む店もありますね。こんなに人がまばらな花火大会も初めてかもしれないですね。この諏訪湖サマーナイト花火はですね、長野県諏訪市の上諏訪温泉で延べ30日間毎晩10分間で500発も打ち上げるんですね。毎日やってるからね、こういう感じになるんですね。だからもう人気のね花火大会も毎日すればいいんですよ。本当に花火が打ち上がるのか、そんな感じすらしますね。それでは花火が打ち上がる諏訪市湖畔公園に向かいます。花火が上がってきましたよ。いやーやっぱり花火は最高ですね。もうめちゃくちゃ混んでる中で見るよりこうやって空いてるところでね見るのは最高です。そして最近はねやっぱこう花火ってこう音楽に合わせてそのリズムに合わせてね打ち上げることが多いんですけども、僕は個人的には音楽がない方が好きですね。 YouTube 的にもねやっぱ音楽入ってると全体をこうちょっと流せないみたいなね著作権引っかかりますんでね、気をつけないといけないです。ブラボー。ちょっと古い。本日は上諏訪温泉にお越しいただきありがとうございます。最高の花火も楽しめましたので、お腹空いてきてまた居酒屋に向かいたいと思います。はい、元のね駅に戻ってきまして、そこからすぐ近くの居酒屋ゆきというところに、これもう3次会みたいな感じになりますかね。3軒目として行きたいと思います。飲み直しです。来ました。またちょっと違いますね。山賊焼きですが、外はカリカリで中はジューシー、最高に美味しい、素晴らしい。はい、ゲストハウスの方ねチェックアウトしまして、今からですね上諏訪の方に、太陽パンというパン屋さんにパンを買いに行きたいと思います。そこか
からですねヴィーナスラインの方に行きまして、安曇野の方に向かうようなルートを取ってみたいと思いますが、天気がね、多分回復してくると思うんですけど、それによってはなんかちょっと旅路を変えたいなというふうに思います。朝食がねない宿に泊まっても、この朝食を探しに行くというね楽しみがありますよね。楽しみなパン屋さんです。はい、それではねやってまいりました、太陽パンですね。太陽の陽はお日さんじゃなくて、これですね、栄養の陽です。サバサンドですね。これが大人気ということで、これ頼んでみたいと思います。他にも美味しそうないっぱいあるんですけどね、ちょっと胃を温存しとかないといけない自分もいるんで、考えて買いたいと思います。はい、結構買いまして、この中で紹介したいのは2つですね。このやっぱサバサンドです。これがやっぱここで有名なんですよね。諏訪湖で採れた多分サバですかね。いや違うか、琵琶湖にもねありましたけど、やっぱこういう湖のそばにはこうサバサンドとかがありがちなんですかね。サバサンド600円でした。信州りんごパイ、これが248円でした。値上げはねされると思いますんで、参考までに。それではいただきたいと思います。どんな味なのか。フランスパンの歯応えがなんかね、ベトナムのバインミーみたいな感じですね。バインミーもフランスパンにいろいろ挟んでね食べるんですけど、美味しい。バインミーを日本風にしたみたいな。これは食べ応えありますね。熱っ、うまい。信州りんごパイ、りんごみたいな、ね、感じのデザインになってますね。ふわふわでクリームも入ってて、ほんのりりんごの味がする感じ。もう生地がもちもちっすね。これは美味しいですね。丁寧に作られたパンって感じですね。はい、ここからねヴィーナスラインに入っていきますけども、ちょっと天気があと1時間ぐらいしたら晴れる予定なんですけど、このまま行ってみて一番上でいい天気になったり、もしならなかったら明日リベンジみたいなところも考えたいなと思います。それではね、人工湖としてかつては栄えていた白樺湖に行きたいと思います。さあ、白樺湖やってまいりましたが、もうちょっとしたら晴れてきそうなんですけどね。あの辺りにちょっと晴れ間が出てきておりますが、ただこちら側は曇っております。かなりね、もう涼しいですね。寒いぐらいです。今はね割と寂れてしまってるんですけど、昔はリゾート地としてね華やかだったみたいですよ。これは晴れ間が来た。奇跡的にものすごいスピードで雲が、おお、これは晴れるんじゃないですか。天気を操っていきましょう。晴れてきましたよ。これが晴れ男のバーです。来ました。完全に天気を操りましたね。証明しましたね。景色が変わってきましたよ。標高アプリでねちょっと調べてみたんですけど、1415メートルですね。道理で涼しいわけですね。それではここからはね絶景ポイントが続きます。天気大丈夫かな。晴れてくれー。絶景ポイントにまたやってまいりました。さあ今から晴れていきますかね。この分厚い雲をどけることができるでしょうか。あれが白樺湖ですね。さあ次も絶景ポイントですよ。そろそろ天気晴れてほしいですね。ちょっとね青空見えてるんですけどね。さあ先日行ったねこうスイスを思わせるような景色が広がってますね。日本でもこんな景色が楽しめるところがあるとはっていう感じです。今やってきたのはですね
霧ヶ峰の富士見台というところですね。絶景スポットになっております。だんだんね晴れてきてるんで、もうちょっとしたらいい感じに見えるんじゃないかと思うんですけど、八ヶ岳連峰ですね。あと南アルプスで富士山がちょうどあそこに見えるんですよね。おそらく富士山がちょうど雲で隠れているこの辺りかな。これが富士山っぽいですね。富士山も入って八ヶ岳連峰。あ、太陽の光が出てきましたよ。来た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 。ほら見てください。とんでもない速さで今雲が太陽を導いてくれてます。来たー、来た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 。素晴らしい。スイスでもこういうとこ降りましたね。美しいですね。ススキが美しい。涼しいですよ。ちょうど日が当たって、おお、完全に晴れてきたんちゃうんすか。もうこれはもう晴れと言ってもいいぐらいの景色になってきましたよ。八ヶ岳はですね、諏訪湖の東の方にありまして、長野県から山梨県へと南北に連なる火山で日本百名山の一つなんですね。八ヶ岳はね、特定の峰をね指して呼ぶ名前ではなくて、山梨長野両県に渡る山々の総称と。さまざまな定義があるらしいですよ。こっからここまで、こっからここまでっていうのいろんなこう言われがあるようです。面白いですね。そういう山があるんかと、ね、勘違いしますがね。霧ヶ峰は長野県中部の茅野市、諏訪市、諏訪郡下諏訪町にまたがる火山ということでね、これも霧ヶ峰っていう山があるわけではなく、その一群を指すということですね。いや、完全に晴れてきましたね。完璧です。もう写真撮ったらもうただの絶景ですね。やっぱり絶景ポイントは天気が重要ですね。もう全然見栄えが違いますね。もうこれを見てるだけで癒されます。これがもし雨だったらと思うとゾッとしますね。はい、ここでね、今アプリを見ると1710メートルですね。涼しいですね。スイスまで行かなくてもこんだけ素晴らしい景色があります。日本にも車で1万円もかからずに行くことができました。最高ですね。スイスまで行こうと思ったら何十万かけないといけないですけどね。さあ、ここのね五平餅とソフトクリームはね、本当はもうちょっと遠いとこがおすすめだったりするんですけど、ちょっと時間的に行けないんで、ここでもう五平餅と高原牛乳のソフトクリームね食べたいなと思います。先に焼きもろこしでお待ちのお客様。焼きもろこしもうまそうやな。皆さんお待たせしました。五平餅とはい、ソフトクリームお一つずつで。はい、はい、ありがとうございます。850円になりはい。ます。もうトウモロコシの匂いが美味しそうすぎて、トウモロコシも頼んじゃいました。傾けるとこぼれちゃいますのでお気をつけください。うん。うまそう。うん。甘いし柔らかい。しかもなんかみずみずしいな。これは絶品。おいおいおい、外のね撮影が終わったらちょっと雨降ってきましたね。完全に天気を操りました。五平餅いただきます。うまっ。
餅やけどそんななんか喉に詰まるような感じじゃないですね。このちょっと焦げた感じもうまい。ちょっとやっぱ、ね、寒いぐらいなんですよ。こんな半袖半パンとかね、正直頭おかしいぐらいちょっと寒いんで温まりますねこれ。もうちょっと上に上がってみたいと思うんで、その時はもう一回晴れさせないといけないですね。はい、またまた絶景ポイントに向かいたいと思いますよ。はい、今ねコロボックルヒュッテというね場所にいるんですけど、ここ霧ヶ峰の高原を散策できるスポットのスタート地点になってるんですかね。これ今こう現在地なんですけど、ここから、こうやって八島ヶ原湿原とかを1周80分で回ったりとかねできるんですよ。でこちら側に行くと車山湿原っていうのがありますね。そういったところにみんななんか結構ガチな装備で基本登山の格好をして行ってるんですが、天気がちょっとあんま良くない上に、僕もねこう半袖半パンというねかなり山を登るには無謀な格好してるので、今日は僕は登りません。明日上高地楽しみにしておりますので、でもね僕はちょっと登ろうかなみたいな感じで思うとまた晴れてきたんでね、さっきまで霧がすごかったんですけど、でも登りません。そこまで言うなら登れよ。ちょっとあの看板だけ見に行きましょう。霧ヶ峰湿原植物水苔のほか沼ヶ谷ホロムイスゲモウセンゴケコバイケイソウなど、いろんな植物がねあるみたいですね。おー、なかなか美しい湿原ですもんね。ああ素晴らしい。逆も霧の感じも美しいですね。霧がふわーっとこう、やってくる感じ絶景です。と思ったらこちら側に食事してる人とかいるじゃないですか。素晴らしいですね。湿原の名にふさわしいこう水が流れる道になってますね。これは僕の湿原ではないですよね。合ってますよね。この八島ヶ原湿原はね、歩いてももちろん行くことできるんですけど、このヴィーナスラインを通って後から車でね訪れたいと思いますんで、動きたくないなっていう人は車で全然行けますんでご安心ください。大人の旅はねこうやって文明の利器を使ってショートカットすることも一つですからね。はい、このねウォーキングマップを見ると結構このめっちゃ風強いんですけどね、このウォーキングマップにはこういろんなモデルコースがあるみたいです。30分40分コースとか1時間1時間半コース2時間コースとかね、いろんなルートがこうあるみたいで、この道中にはかなりいろんな花が見れるみたいです。もう植物ファンの方必見です。高山植物はねかなりこう咲いてまして、今日なんかはこの丸畑ケブキっていう花とかこの獅子ウドっていうのがねたくさんありました。こういうのをね見ながら植物を楽しむっていうのもここの楽しみ方ですね。あれすごい。いやー天気が良くなってきたので車を走らせるだけでもめちゃくちゃ気持ちがいいですね。いやこのドライブをね楽しむためだけに長野に来てもいい、それぐらいの気持ちよさです。それでは次は八島ヶ原湿原になります。八島湿原にやってまいりました。どんな景色の場所なんですか。結構見どころがあるところが多いですよね。八島湿原入り口、霧ヶ峰高原の説明がねここで見ることができます。さあ入っていきましょう。これが湿原ですか。いや美しいですね、ここからの景色。
八島ヶ原湿原はですね、霧ヶ峰高原にある日本を代表する高層湿原なんですね。1939年に国の天然記念物の指定を受け、国の文化財としても登録された約1万年もの歴史を持つ湿原なんですね。水苔の種類はね18種類ありまして、日本最大級の釧路湿原とほぼ肩を並べていると。総面積はね 43.2 ヘクタールで、この地で発見され霧ヶ峰と名の付くものを含め年間約360種類ものね植物がね開花しているとのことですよ。すごい。ちょうどね通ってきたルートをちょっと見てたんですけど、こう現在地からね危うくこう一周するルートを行くところでした。途中でなんか明らかにおかしいと思って戻ってきたんですけど、危ないところ。まあ行ってもいいんですけど、だいぶ時間かかっちゃうんでね、60-70分かかっちゃうということですね。長野はね本当に車走らせてるだけでもねめちゃくちゃ気持ちよくて、すぐにちょっと車止めて見たくなる場所なんかもあるんですよね。その一つがここです。三条牧場というね、近くにですねめちゃいい感じで音がしてたんで立ち寄ってみました。全然スポットでも何でもないです。それではね今日の絶景ポイントは終わりまして、松本の方に一旦向かいたいと思います。松本城はねちょっと見ておきたいなと思いました。松本まで降りてきまして、松本城の前に来ました。他には入りませんが、松本城も観光スポットとしてあることだけ一瞬見えましたが、黒いですね壁が。これが松本城の特徴です。見えますか？ちょっと一瞬見えますね。黒い壁。見えますね。見えません。ちょっと黒い壁。黒い壁の城が。これが松本城ですね。実際はこんな感じですよ。すごいですね。現存するね56階の天守の中で日本最古の国宝の城になるんですね。さあ安曇野といえばわさびが有名ですが、大王わさび農場に行きたいと思います。わさびは僕も大好きなのでめちゃくちゃ楽しみです。終了5分前に大王わさび農場をやってまいりまして、もうホタルの光が鳴ってますが、アイス食べたいと思います。なんとわさびソフトクリーム食べたかったのにしまっちゃいましたね。早すぎるやろ、まだ5分前やのに。無念です。わさびコロッケとかも終わってる。虹が出てますよ。猫がいますね。大丈夫ですよ。お、噛まれた。怒ってんの。はい、もう5分前にね、ちゃんと5分前行動ということで閉店5分前に来たんですが、わさびソフトクリームねもう閉まってました。ということで、もうちょっとこのわさび揚げ買いました。でわさび色のねベンチに座って、食べたいと思います。いやもう僕は本当にねわさび大好きなんですよ。寿司大好きなのも、もしかしたらわさびが好きだから寿司が好きなのかもしれません。わさび味のかきピーとかね、わさび味っていう名のものは全部好きなんで、ここにわさび系のお菓子とか送っていただいたらいいです。こちらまでお願いします。いただきます。もう匂いがいいですね。でここねちょっと取れなかったですけど、日本一のそのわさび農園なんですよ。僕みたいなわさび好きの人は絶対来た方がいいですね。甘辛で、しかも
もうちょっとこうツンとくると、これはもうお酒にも合うし、普通にこれだけ食べてもめちゃくちゃうまい。他にもね、わさびマヨネーズとかもうわさびのものがいっぱいあったんで、結構お土産に買いました。アルプス展望ということで、いろんなこう山が見えますね。ちょっと全然僕は聞いたことない山ばっかりですけども、はい、こんな感じで見えます。ちょっと今雲がね多いですけどね。はい、今ね安曇野に来てて、こっからね最初は安曇野そばをね食べようかなと思ってたんですが、夕方以降とかもう開いてない店ばっかりなんで、安曇野は今日は諦めて長野駅の方に1時間ぐらいかけて向かいたいと思いますね。ちょっと長野の、善光寺だったりとかね、押さえとかないといけないところをちょっと押さえて、明日はね上高地行こうと思ってるので、上高地に備えて戸隠ですね、戸隠そばと安曇野そばを両方堪能して、そのまま蓄えたまま上高地のね運動に備えたいと思います。なので今日は今からちょっと予定変更して、長野の方に向かいます。長野に着いてからまだ宿泊場所とかも考えてない。最悪はもう車中泊でもいいと思ってるんで、来ながら決めたいと思います。天使の階段絶景ですよ。やば。おやきの店を発見したので立ち寄ります。長野に行く前に高速の手前にですね、おやきがたくさんあって美味しいところを発見しましたので、ここにちょっと寄っておやきも食べながら長野に向かいたいと思います。安曇堂ですね。いろんな種類のおやきがありますよ。野沢菜のおやきはやっぱりちょっと欠かせないですかね。野沢菜入り豚なんとかがありますね。こういうカゴにね入れるってところがなんかおしゃれですね。そば皮のおやきとかありますね。さすが安曇野そばというプレミアムおやきとかですね。もう終わっちゃってません。薄皮おやきとか、おやきにもこんなに種類があるんですね。詰め合わせなんかもありますね。今ではなんかいろいろ使うこともできたみたいですね。ちょっと時間が終わってますけど、おやき温めることができますね。今買ったやつを温めます。30秒ですね。さあできました。熱っ。昨日豆知識が書いてません。地域によって異なると、善光寺付近だと焼いて蒸したりするみたいですね。それではね、おやき試していきたいと思うんですけど、3つ買ったんでね、このそば薄皮のおやき野沢菜ですね。これ大本命です。でこっちが豚まんになっててふかしおやきということで、こっちが薄皮じゃなくて普通の皮の、ナスです。しかもそばのおやきです。まず薄皮の野沢菜からいきますか。こんな感じになってます。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。薄皮やからもっと薄いんかなと思ったら結構しっかりしてます。薄皮でもこれは美味しい。なんかね、野沢のシャキシャキ感とちょっとしょっぱい感じとすごい合う。次ナスですね。はい、ナスの方です。熱々味噌の味美味しいし、やっぱ皮もね分厚いのは分厚いんで、これはこれで食べ応えあって美味しいですね。それではね、次は長野駅の方に向かいまして善光寺見たいと思います。やっぱり長野といえばね、善光寺は外せないかなと思いました。はい、今長野駅からずっとこう直線に上がっていくとこう善光寺があるんですね。で善光寺は、本堂の方は5時までしか入れないんですけど、境内は24時間入れるようになっておりまして、結構ねライトアップも綺麗そうなんで、そこをね押さえときたいと思います。それから長野で、何かしらちょっと食事をして、明日ね戸隠のそばを食べるとこからスタートしたいと思うんで、その方面で車中泊綺麗ですね。道がすごい整備されてます。
本当に長野の中心はこう善光寺で成り立ってるんだなっていうのがすごく伝わってくるぐらいしっかりとこの開発されてますね。最初の2時間600円か。無料駐車券みたいなこと書いてるな。お買い上げ1000円以上で。こんな時間に善光寺行くのは僕ぐらいなのかな。ほとんど人はいないですね。街並みも素晴らしいですね。素晴らしい。勝ち坂道ダッシュやんけ。そして気温もねかなり涼しいですよ。23度ぐらいですね。半袖半パンなんですけどちょっと肌寒いぐらいですね。なかなか良い雰囲気ですね。ああやって善光寺の中を走っていく人もいらっしゃるんですね。そしてここに像が2つ、奈良の東大寺を見たような感じの像がありましたけども、またこれ存在感が素晴らしいですね。夜だからなんかこんだけ人少なくてねゆっくり見れるのもいいなと思いますね。こんなところにそばがあるんですね。この時間にもう開いてる店が多分ほとんどないですね。ほとんど閉まっちゃってて、このスタバだけがなぜかこう開いてる。なぜかっておかしいな。スタバだけがこう開いてるっていう感じです。面白いですね、スターバックス。いや、いい雰囲気ですね。なんか逆に撮影的には夜に来て正解だったんじゃないかなと思います。これ人はねたくさんいたらこれ撮影しにくかったですし、この夜だからこそ貴重な映像として残せるのかなと思います。走ってる方も多いですね。善光寺はね長野県長野市にある無宗派の単立仏教寺院ということで、本尊は日本最古と伝わる一向三尊阿弥陀如来で絶対秘仏である。難しいですね言葉が。すごいなんか日本最古って感じの雰囲気出てきてますよ。見てください、この存在感。この存在感がすごい。善光寺やってまいりました。いやー素晴らしいですね。まだでも人がちょこちょこはいらっしゃいますね。走る人が多いんですね。で仲間で入っていく感じなのよ。なんかすごい撮影されてますね。いやちょっとなんか軽く撮影するつもりだけで来たんですけど、やっぱり長野が誇る善光寺ということで見応えありますね。これやっぱ絶対来ておいた方がいいですね。ちょっと舐めてました。申し訳なかったです。はい、あのようにねバスがいますね。バスでここまで上がってくれるということですね。善光寺経由のバスですね。この善光寺からねこちら側向かってずっとまっすぐ行くと地下鉄の駅があるみたいです。長野駅はもうこのままズドーンとこう下っていったところなんで、バスでもタクシーでも、車でも下っていけますけど、電車で行く場合はこちらです。これが商店街ですかね。今善光寺から駅前に向かってこう走ってるんですけど、あれが長野権堂って書いてますね。商店街みたいなもんかなと思います。
これですね、商店街ですね、完全に。でこのね門前プラザの前ですけど、今ちょうどこれナビを見るとホテルジャルシティ長野とかここにあるんで、これよくなんか動画出てますね、この長野の周辺のホテルで。ちょうどここが駅前になります。ちょっと駅前まで見ましょうか。綺麗ですね、長野駅。これ長野駅。はい、今からねちょっとどこに行こうかなと思ってるんですけど、今日車中泊しようかなと思ってるんで、まずお風呂入ろうかなと思って、撮影できるように貸し切りの温泉をこう探してたら、この潤い館っていうところがね、見つかりまして、ここが11時まで空いてるんですけど、貸し切り温泉はまあちょっと終了してしまったということで、撮影はできないですけど、ここにちょっと行きたいなと思います。そっから戸隠のそばを明日朝から食べたいんで、そばどころうずら屋っていうところに明日行きたいと思うんで、この周辺に車中泊できそうなところを探して待機しておこうかなというふうにね思っております。だから別に長野のホテルに泊まってから行ってもいいんですけど、ちょっとあまり僕の中でピンとくるホテルがなかったんで、車中泊の方がいいかなという感じです。こちらで買い出しをして戸隠まで行きたいと思います。はい、こちら潤い館やってまいりました。温泉に入ったところから車で約40分かけて戸隠の方までやってまいりました。暗なところで車中泊で、星が綺麗なんですけど全く多分見えないですよね。はい、スーパーで買い込んできて車中泊スポットで車中泊をしようとしております。この信州のワインとかね、飲むヨーグルトとか、この札幌ビールなんですけど、信州ラベル、星空撮影もなんかしたいと思います。いただきますよ。このね戸隠の車中泊なんですけども、真夏にもかかわらずかなり涼しくて、いやどちらかというと寒いぐらいで、幻想的なね星空を見ることができて、本当に最高の思い出になりました。おはようございます。昨日のね夜中は僕の車しかなかったんですけど、多分夜中寝てる間に結構登山客ですかね、車が増えてました。素晴らしい朝日です。気持ちがいいですね。気温ももうめっちゃいい感じですし、鳥の声とかねして素晴らしい朝です。今ちょうど6時ぐらいですかね。お蕎麦の店が10時とかぐらいに開くんで、それまでちょっと行けるとこに行きたいなと思います。もう雲一つない快晴になったんですね。今日は絶好の上高地日和です。車中泊を終えまして、朝食代わりにこの安曇野の飲むヨーグルト飲みたいと思います。いやー気持ちいいっすよ、マジで最高っすね。長野ちょっと気に入りましたね。いただきます。うわ濃厚、すごいトロットロっすね。すごいなこれ。飲むヨーグルトだけど普通のヨーグルトを食べてるような飲み応えというか、もうなんか食べ応え感あります。まあこれ今着てるのがね、実は長袖の着るリュックなんですよ。着心地めっちゃいいっすよ。これで今日上高地行きたいと思います。それではね、戸隠そばが食べれるお店が開く前に、戸隠森林植物園というところを散策したいと思います。はい、それではね、戸隠大峰自然休養林ね、行ってみたいと思います。ちょっとね、急遽行くことにしました。そばの時間まで、あと2時間ぐらいあるので、クマ注意とか書いてて、みんななんかクマにね、
その人間の存在を知らせるためのなんか鈴をこうつけてやってるんですけど、僕はちょっとその鈴とか持ってないんでちょっと不安ですけど、ちょっとね行ってみたいと思います。もしクマが出たらとんでもないスクープ映像が、撮れるかなとは思うんですけど、いやそれどころじゃないやろ。今現在地がここですね。ここの駐車場に、止めてます。でここから、ちょっとこういう風な感じで上がって、この参道ですね。でこの参道を通ってずーっと戸隠奥社参道ってとこ通って行ってみようかなと思います。ちょっとどれぐらい時間かかるかがあんまり読めないですけど、行ってみたいと思います。いや、ほんと今日天気いいですね。学び屋というところがありますね。熊の鈴貸してくれるんですよ。なんか8月12日ですね。今日よりも1週間前に一度熊見かけた人がいるということで、結構本当に気をつけないといけないですね。結構人来てたはずなのに今僕しかいないみたいな感じなんで、ちょっと不安ですね。緑ヶ池。カモもいますね。戸隠の野鳥ですね。こっちですね。奥社方面。今ですね、ようやく先ほどの駐車場から緑が池通ってこの参道入り口あたりまで行きました。ここから15分かけてこの参道を行ってこの奥社の方まで行きたいなと思います。はい、あれが売店とですね、ソフトクリームが食べます。でこちら側に入り口、鳥居がありますね。この景色も圧巻ですね。素晴らしい。大自然のパワーをねいただきながら歩けるといった感じでしょうか。わあ、これは本当すごいですね。半端ない。気のエネルギーがねすごいっすよ。いやー、素晴らしいですね。これ日本らしい景色というかね、ここもすごいですね。
えぐいぞ。しんど。もうちょっとでたどり着きます。参拝も終わったんで今から戻ります。帰りは下り坂なんで楽でしょう。それではね、お腹も減ったので戸隠そばを食べに行きたいと思います。はい、うずら屋というね戸隠そばでね優秀な評価のお店に行きたいと思います。で戸隠そばっていうのはなんか日本三大そばと言われてて、戸隠そば、出雲そば、そしてわんこそばですね。岩手でわんこそば食べましたけど、これがなぜかって言ったらおかしいな、三大そばと言われてるみたいですね。五大そばとかになると信州そばとか入ってくるみたいですけどね、どんな味なんですかね、楽しみですね。結構駐車場から店舗までかなり離れてるんでね、20分ぐらいしかオープンが経ってないですけど、結構もうすでに並んでますね。無念すぎる次を探します。はい、先ほどのね蕎麦屋さんなんですけども、もうねなんか開店前朝の5時半ぐらいからもう名前を書いてる人がいたみたいで、もう待ち時間1時間半以上ということなんで、もうちょっと断念しました。せっかくね全泊してきたのに情報知らずかけておりませんでした。皆さんはぜひ行きたい場合は書いてくださいね。というわけで別のね店を探しまして、 Google の評価 4.2 の素晴らしい店なんですけども、ここは今行けそうなんでここ行きたいと思います。こちらがメニューになります。僕はこの小鉢セットそばの大盛りを頼みました。店内もレトロな感じで座敷の席もあります。明日初めての戸隠そばです。天ぷら、あと小鉢がねいろいろとついております。美味しそうですね。ではいただきます。小鉢の一つにそば団子があります。見た感じは別に普通のそばと変わらない感じしますけどね、みずみずしい感じです。透き通った味がする。うまい。天ぷらもうまい。サクサクですね。そば団子食べてみよう。スイーツ感覚で食べられる感じ。いや、サムネイルで上高地って煽っときながら、いつになったら上高地始まるんだよとかね思ってたでしょ。いよいよ始まります。お待たせいたしました。バス乗って行きたいと思います。あと3分、あと1分。このバスの券売機で往復のチケットを買いました。
往復で2400円ですね。はい、こんな感じで行きます。焼岳の噴火によって生まれた大正池。1000個の森林に囲まれた明神池や走る池など、その神秘的な美しさは訪れる人々の旅情を楽させてくれます。次、停車いたします。お降りの方はバスが止まってから席をお立ち願います。はい、今大正池で降りてきました。普通はね、上高地で降りる人もいると思うんですけど、全部のその観光スポットを見る場合は大正駅から降りて上高地まで行って、その上高地からバスに乗るっていうのが結構おすすめみたいです。上高地からのバスが始発になるんで、大正池で待っててもバスに乗れない場合があったりとかするんですよね。パンフレットを100円で買いました。こんな感じのパンフレットになってますね。わかりやすいですね。今この大正池にいるので、ここからバーッと歩いていって、ここですね、ここまで行きたいと思います。こう行ってこうですね。だいたい1時間ぐらいで行けるんですけど、僕は撮影をしながら行くので、90分ぐらいかけて行きたいと思います。でちょうど今ね3時ぐらいで、こんな時間からスタートする人って少ないと思うんですけど、この時間から行っても最終のバスにはギリギリ間に合う感じなんで、はい、この大正池からこう行く感じおすすめです。はい、それでは大正池から上高地観光をスタートしたいと思います。楽しみですね。もうすでになんかちょっと絶景っぽい感じが見え隠れしておりますが、おお、気温綺麗ですね。素晴らしい。水もかなり透き通ってますね。キラキラしてますね。冷たくて気持ちいいですよ。大正池ですね。大正池は大正4年の焼岳の大噴火の際に生じた火山灰流が梓川をせき止めて作られましたと。水面に映る穂高の山々と池の中に林立する枯れ木は上高地を代表する景観の一つですと。いや、なかなか素晴らしいですね。これは本当に晴れてないと厳しいですね。3時21分の段階で今22度ぐらいですね。はい、今8月、19日ですね。なんかね、景色的には結構ジメジメしたような景色なんですけど、全然その今はジメジメした感じなくて、透き通った空気ですね。美しい。この水に反射して映り込むところがね、ものすごく美しいですね。写真に収めるとかなりインパクトありますよ。かっぱ橋の方が、左になりますね。意外となだらかですね。さっきここに来る前に行った戸隠の方がなんか結構険しい感じでしたね。おお、これもいい。
結構地面が濡れてますね、ここは。ここは焼き岳ですね。この正面ですかね。ちょうどあの辺か。あれが焼き岳ですね。枯れ木があります。美しいですね、これも。ああいうところにね、枯れ木がありますよね。この木も枯れてるのに美しいというね、素晴らしいですね。ああ、綺麗ですね。素晴らしいですね。美しいなお水。行きましょう。いやー、全てのね景色が美しすぎてついつい足を止めてね、こうやって撮影してしまいます。あの木もすごいですね。この木一つとっても美しいですね。全く前に進まない。ここは標高1500メートルということでね、昨日行った霧ヶ峰よりはちょっと低いぐらいですかね。上高地はまあこれぐらいの高さで、それぐらいの高さで見られる植物などがここに書かれてますね。苔も存在感がありますよ、木もね。上高地の鳥のことについても書いてますね。上高地のカラマツ、穂高連峰ということで、この前にあるね山々の説明を書いております。この辺りですね。ここでコースが分かれてますが、どっち側に行くべきか。増水時は通行できない岸辺を中心に歩くコースで行きましょうか。さすが川沿い、音が聞こえてきますね。ああ、めちゃくちゃ綺麗。絶景です。これも美しいですね。これも絶景ですね。流れが急ですね。今、穂高橋ですね。穂高橋から見る流れです。いい景色ですね。あの橋もおしゃれですね。北アルプス槍ヶ岳から流れる槍沢を源流に山々の湧き水を集めて流れる梓川が美しいですね。湧き出る感じが。
小高連峰ですね。いやー、どこもね絶景でね、早く進もうと思ってもね、ついついこう止まってね、撮影をしてしまいますね。それぐらい美しい。ちょっとずつ小屋が見えてきたんで、あの辺がバスターミナルでしょうね。ゴールが見えてきました。今ねちょうど4時35分ということで、あと25分時間あります。できるだけねいい映像を撮れたらなと思います。ススキも美しいですね。普段ね何気なく見るススキもこんなにも美しくなりますね。かっぱ橋が見えてきましたよ。あれですね、奥の方に見えます。あと20分間に合うか。着きました。かっぱ橋。かっぱ橋を見ます。これはすごい景色だ。皆さんも堪能してください。ターミナルがあそこになるようですね。あそこからかっぱ橋はちょっと歩いたところにありますね。ようやくレストランみたいなところにねたどり着きましたね。ここは個人観光客が多いですね。上高地ソフトクリームとかうまそう。レストランとかガイドがここもホテルか。ホテルなんですね。次は自然単勝エリアということでね、歩きやすい靴やその他装備は必要ですということです。今日は僕はここまでにしておきましょうかね。はい、ここでね公式サイトを見ながら振り返りたいと思うんですけども、まず大正池からこうやって登っていって、こちらのコースを行ってずーっと進んでかっぱ橋まで来たと。この先はねトレッキングシューズが必要になるので今回はやめました。でバスターミナルに帰ります。いやー、上高地本当に素晴らしいところでしたね。皆さんがこう憧れる場所っていうのもね理解できます。そしてこれはねもう世界にも誇れるような素晴らしい場所なんじゃないかなと思いますね。今回はねトレッキングコースは行かなかったですけども、それでも十分満足できました。それではね汗をかいたんでお風呂を探したいと思います。はい、今日はねもう終わってしまってたんですけども、ペンションシルフレイっていう場所があるんですけどね、ここも一応日帰り入浴をやってるみたいなんですけど、今日は終わっちゃってました。無念です。で向こうの方にあずさ湖畔の湯っていうところがねあるんですけど、そこも6時受付終了でした。今ちょうどね6時20分ぐらいで入れませんでした。なんてこった。モーリーチャンネルあるある連発かよ。あーまたやってしまった。私ですね、帰りのバスの中でね多分カメラのマイクを落としてしまったんですね。今ちょっと問い合わせをしてて、もうバスが松本まで帰っちゃってるということなんで、このついでに松本に行って松本で温泉入って、食事もして帰ろうかなと思います。バスに落とし物取りに来ました。落としてたみたいです。すいません、先ほど電話させていただいて、すいません、ありがとうございます。助かりました。見つかった。ついでに良さげな温泉も発見しました。マイクを受け取ってね、その近くにあったすごいところにある温泉ですね、龍島温泉せせらぎの湯っていうところに来ました。
いやー、いろいろ悲劇ありましたが、温泉でさっぱりしてから松本まで行き、居酒屋でご飯食べて帰りました。安曇野のね、葉わさび醤油漬けだったり、信州の馬刺しだったり、美味しかったですよ。最高ですね。いや、椎茸も美味しかったですね。いやー、長野最高ですね。また来たいです。いかがでしたでしょうか。これだけ文明が発達した今の時代でも、いや今の時代だからこそ人が大自然の絶景に癒されるということを強烈に体験させていただきました。人のあるべき場所に帰るような神聖な場所にも感じました。そんな時間も必要ですね。まさに旅は自己投資ですね。ぜひ皆様も一生に一度は長野旅行、そして上高地の素晴らしさを体験してみてください。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。こんな感じでね、モーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか旅の知識の動画をアップしていきます。旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり旅貯金を貯めるための知識をお届けいたします。そして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を、僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします。